仮病で学校を休みたい先生に送る文章を考えて、東京のグルメをいろいろと回るプランを考えてください。場所を移動したりリアルタイムでできるのは iPhone。 メール自体の内容をようやく囲って検索ができます。初心者が触る分には分かりやすいかなっていう印象はあります。どうもこんにちは、まみよしです。今回はこちら、最新の iPhone と最新の Android、iPhone 16 Pro Max と Galaxy S25 Ultra、こちらの2台を使ってどっちの AI 性能の方が高いのかチェックしていきます。ということで早速チェックしていきましょう。まず対応デバイスなんですけども、Apple の Apple Intelligence に関しては iPhone 15 Pro、そして iPhone 16シリーズ、一番新しいモデルと1個古いプロモデル2世代分しか Apple の AI っていうのは使えません。で、それに対してこの Galaxy AI に関しては対応機種めちゃめちゃ多くて、Galaxy S25、24、23、22と4世代分こちらの Galaxy AI を使うことができます。しかもこの Galaxy に関してはプロモデルじゃなくて普通の無印モデルでもこの Galaxy AI が使えるので、対応デバイスの多さに関しては Galaxy が圧倒的に多くなっています。これはもしかしたらもともとこの Android っていうのはメモリが多いので、そういった点が影響しているのかもしれないです。まずは作文ツールの方を比較していきましょう。両方とも同じ文章を作りました。今日は学校で運動会があったよ。僕はリレーで1番になったんだ。すごく嬉しかった。ちょっと文章が短いので、まずは構成してみますか。なるほど、なるほど。結構違いますね。iPhone の場合は今日学校で運動会があったよ。で、Galaxy の場合は今日は学校で運動会があったよ。僕はリレーで1位になったんだ。僕はリレーで1番になったんだ。どっちだろうな。リレーで1番の方がちょっと自然かな。すごく嬉しかったは一緒。ただ嬉しかったが漢字になってなかったりしてますね。iPhone の方が元の文章を大切にしてくれてる感じはあります。で、Galaxy は全部こう AI でちゃんとしちゃうみたいな、そんな感じの印象かな。で、続いて他のフレンドリーとかも見ていきたいんですけども、Galaxy AI はそういった項目どれだろう。あれなんか前あった気がするんだけど、ないな。なんかもっとね、選択できたような気がするんですけど、なんかなくなってるね。ちょっと翻訳やってみますか。両方とも生成やっていきます。ポチ。Galaxy 早いね。で、iPhone は ChatGPT を使用になります。なので、ワンステップ挟みますね。翻訳結果は Today。ちょっと違うね。There was a sports day at school。学校でスポーツの日でした。Good event at the school。こっちは運動の日とかそういったのがなくなってるか。精度に関してはやっぱ ChatGPT を使ってた方がちょっと正確な気はしますね。どっちが正しいんだろう。ちょっと英語あんまりわかんないからなんとも言えんけど、でも運動会っていうのがわかるのはこっちのスポーツデイな気がするな。結構ね、ジェミニーの方が勝ってるんじゃないかと思ったけど、意外とそうでもないかもしれないですね。続いては要約性能を見ていきましょう。両方とも少し短めの小説みたいなのを生成しました。この2つのちょっとした小説みたいなやつを両方とも要約してみます。せーの、ポチ。Galaxy の方が早いね。でも言うてそんなに大差はないかな。結構要約の精度に関しては違いますね。Galaxy の場合はしっかりとこの物語を要約してくれてる感じ。でも iPhone もそうか。でも、こう、ストーリー性を感じる文章に関しては Galaxy かも。なんか、小説の前のしおりの部分に書いてあってもおかしくない感じ、Galaxy は。で、iPhone だと、なんかね、ちょっとそんなに読みたくなるような文章ではないかもっていう感じですね。要約、どうだろうな。感情が入るようなやつは Galaxy の方が得意かも。でもね、使ってみた感じ、iPhone はこんな感じでプロンプトを自分で入れられる、作文も入れられるのに対して Galaxy はそういった項目がないかもしれないですね。もしかしたらどっかにあるのかもしれないんですけども、初心者が触る分には iPhone の方が分かりやすいかなっていう印象はあります。そうしたらね、文章生成したいんですけど、Galaxy はどうやるんだろう。これあれかな、もしかしてサムスンキーボードじゃないとダメか。なるほど、サムスンキーボードにするとこの文章の生成出てきますね。これを Google 純正のキーボードとかにすると出てこない感じ。文章のスタイルも、なるほどね。Galaxy はこのサムスンキーボード、純正のやつを使わないとちょっと厳しいかもしれないですね。じゃあこれで文章の生成やってみます。仮病で学校を休みたい先生に送る文章を考えて、どんな感じの文章にすればいいとか言ってないので、これでどのぐらいね、こう人間の意図を読み取ってくれるのか、これをチェックしていきましょう。標準丁寧とか Galaxy はあるな。基本的に標準でやっていきますか。ポチッ。さあ、どっちが早い？iPhone の方が早い。
結構内容違うね、これ。完成したずる休みの文章がこちら。iPhone の場合は、本日の欠席について、〇〇先生、おはようございます。〇〇です。突然のご連絡で失礼します。本日朝から体調が優れず、頭痛と倦怠感がひどいため、大事をとって学校をお休みさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。結構固めではあるね。あと、一番下に自分の名前みたいな。なんかね、ちょっとビジネスライクな文章になってる感じはします。それに対して Galaxy に関しては、少し体調が優れず、本日は学校をお休みさせていただきます。熱っぽいような感覚があり、大事をとって家で商用しようと思います。授業の遅れは後日先生やクラスメートに確認させていただきます。ご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。早く元気になってまた学校で皆さんと会えるのを楽しみにしています。なるほど。これどっちもちょっと、っていうところがあるな。まず、iPhone に関してはちょっと硬すぎる。ただ、ここの部分だけを切り取るって考えたら、自然かもしれない。なんかこういう堅苦しい部分は削除しちゃえばいいね。で、それに対して Galaxy は、いきなりこう、内容に入っていく感じはいいけど、ちょっと硬すぎる。で、あとは結構ね、後のことまで考えて、授業の遅れに関してとかも書いてくれてるんですけど、これ、あんまいらないような気がするな。ちょっと待って、更新してみよう。両方とも書き直し。家でゆっくり休んで早く回復できるように努めます。硬いね。iPhone は自然だな。ちょっと待って、これは文章の生成、丁寧じゃなくてカジュアルにしよう。そうしたらいけるかも。今日は朝からなんだか体が重くて、いや、カジュアルすぎる。カジュアルすぎる、これは。先生に送るような文章ではないね。標準がダメなのか。E メール、プロンプトなんだっけ、もう一回 Galaxy やってみます。学校を休むお願い。先生おはようございます。今日は体調が悪く、学校を休みさせていただきます。これにすると結構調子いい。E メールにすればいいのか。ここを標準から E メールにして丁寧は一緒。もう一回やってみよう。生成速度は、Galaxy の方がちょっと早いって感じだね。もう一回更新。体調が優れず安静が必要なためです。どうだろうな。生成速度に関しては両方ともそこまで大差はない。で、文章に関しては、ちょっと日本っぽいのはこっちかもな。Galaxy は結構先生との関係っていうか上司との関係みたいな感じになってる気がするね。今後のどうやって改善しますみたいな。同じくらいかな。この辺は好みとかにもよるかも。で、iPhone に関してはちょっといいポイントがあって、iPhone の場合はこの文章からさらに提案でより丁寧にするとか、カジュアルなトーンで簡潔にまとめる、先生への感謝の言葉を追加するとか、こういったもっとこうしたいみたいな感じのが出てきます。もちろんここのチャット GPT の部分で文字を打ってもいいです。でそれに対してね、Galaxy はここからカスタムするのがないね。長さを変えるぐらい。だからこう、なんていうんだ、汎用性、もっとこうしたいとかそういったものを追加できるのは iPhone の Apple Intelligence。Apple Intelligence っていうかチャット GPT な感じはしますね。ちょっと iPhone の方が強いかなっていう感じです。文章生成に関して今使ってみた感じだと簡単なのは iPhone ポチポチ押していけばできる。であとカスタム性に関しても iPhone Galaxy もいいけど、いや iPhone だな。これは iPhone の価値だと思います。はい。続いてはメールの要約について見ていきます。iPhone の場合は純正のメールアプリだとこの要約するっていうボタンがありまして、これを押すとすぐにメール自体の内容を要約することができます。でそれに対して Galaxy っていうかAndroid に関しては Gmail のアプリでできるかなと思ったんですけど、Gmail のアプリにはその機能なさそうですね。特にね、こう要約機能とかないので、これもね、iPhone の方が勝ってるような気はするね。メールの要約は Galaxy っていうか Android はなさそうな気はします。意外と Android 圧勝だろうと思ってたんですけど、結構 iPhone の方がいいところありそうですね。続いては両方ともボイスメモで今収録中になっています。Galaxy はね、これ文字を出すことできんのかな？録音終わった後だけしかできないかな？ちょっとそんな感じなんですけども、iPhone に関してはこちらの文字起こしボタンを押すことによってこんな感じでリアルタイムで文字起こしすることができます。ただ、文字起こしの精度に関しては、でも意外といい感じかもしれないね。でもどうしようかな。とかは特になくしてくれたりはしないですね。喋ったものをそのままどんどん追加していく感じ。で、Galaxy は止めたら文字起こしができるっていう感じかな。じゃあそうしたら両方とも止めてみましょう。録音した音声見るとこんな感じで文字起こしボタンが出てきたので、これで文字起こししていきます。さあ、どっちの方が精度いいのか。リアルタイムでできるのは iPhone のメリットですね。さあ、出ました。なるほど。Galaxy の方は改行がうまいね。文字を出すことはできるのかな？高音。Galaxy の方が自然ではあるね。録音か、これ。録音終わった後だけし
しかできないのかな。 iPhone は変なところで開業されてる。 Galaxy は一個一個文章を分けてくれてる。いやー、これは Galaxy の勝ちだな。リアルタイムで、ちょっとでも確認したいんであれば iPhone がいいと思うし、録音してる時は見えなくてもいいから後から精度よく文字起こしをしたいっていう場合は Galaxy の方が優れてると思います。ちなみにここから編集、iPhone の場合は文字起こしをコピーしかできないかな。ちょっと検索ボタンがあるのでこちらを押してみます。そういうことね。話したところを検索してくれるってことか。Galaxy の場合はサイド文字起こしとかもできるし、文字起こしのテキスト編集とかか。これは何？英語とかにも翻訳してくれるのこれ。これはいいじゃん。なるほど。しかも早っ。要約もあるね。ボイスメモは圧倒的 Galaxy の圧勝です。この要約が強すぎる。なるほど。iPhone もね、iOS19 とかでこの要約機能つけてほしい。あとは文字起こしの精度ももうちょい高くしてほしいね。これなんかチャット GPT と連携してやってくれたらいいのにね。文字起こしに関しては Galaxy 圧勝っていう感じでした。続いては画像生成について見ていきます。画像生成に関してはちょっと違っていて、まず iPhone の場合はこんな感じで単体の画像を生成する機能があります。それに対して Galaxy に関しては画像の中にこう猫を描きます。それで生成すると、ちょっと顔だけしか描いてないからこんな感じになっちゃったんですけど、こんな感じで画像の中に自分が描いたものを生成してくれるっていう、そういった機能が内蔵されています。で、あとこういう時に Galaxy のペンシルが役に立つ。これでいいでしょう。生成。こういう地面とかに描くとね、それこそ地面にちゃんと乗ってるかのような感じで作ってくれたりしますね。こんな感じでできる機能が Galaxy にはあります。続いてはクリーンアップ機能。消しゴムマジック機能。これ見ていきましょう。こちらのね、三脚。これを消していきます。iPhone の場合はタップで。これは認識してくれてないですね。Galaxy はこっち？なるほど。Galaxy はタップでちゃんと認識してくれてるけど、iPhone はちょっと厳しいか。で、そういう場合はここを囲んであげると。ちょっと影が途切れてるからとかかね。ちょっとこの感じではうまくいきません。じゃあこれで Galaxy を消しゴムで消してみましょう。生成。こっちは塗りつぶしてみるか。Galaxy めっちゃ綺麗に消えた。これで消えてくれるかな？よし。なんかモザイクになっちゃった。なるほど。ちょっともう一回写真撮ってみました。これでリベンジ。まずはタップでいけるか。無理だな。Galaxy すごいね、これ。なんかね、iPhone も基本的にはやってくれること多いんですけど、なぜか今回できませんね。そしたら囲んでみます。なんかね、影の部分がちょっと認識悪い。なんか、ここに謎のあれがある。これでうまくちょっと認識してくれてないな。もう一回塗りつぶしてみる。iPhone 16E でやってみます。さあ、どうだ？特に被写界深度があるからとかではないね。でもこっちはいけそうか？これを囲んであげて。来た。なんか残ってるね。で、それに対して Galaxy は、でもね、ちょっとこの辺影の部分が白っぽくなってる感じはあるかな。ただこういう変なやつは残ってないので、iPhone はこれをさらにクリーンアップ。ちょっと自然になってきたね。どうだろう。こっちはこっちで白くなってるし、こっちは影が残ってるしで、どっちも完璧ではないんですけれども、パッと見綺麗なのと、あと1回で綺麗にできてるのはこっちの Galaxy かな。撮った写真とかにもよると思うけど、まずこのタッチで認識できてないのが、iPhone はちょっと残念かな。で、あと Galaxy に関してはこれ消しゴムするだけじゃなくて、これ大きさ自体を変えたり、場所を移動したりすることもできます。ちょっとなんか椅子みたいなのが増えてるけど、かなり自然に場所を変更できたのがわかると思います。そういった機能は iPhone にはないですね。なんでこの画像編集、消しゴムマジックとかそういった点も Galaxy の圧勝かなっていう感じはあります。続いては個人的に一番使うことの多い音声アシスタントを見ていきましょう。Siri と Gemini ですね。まずは簡単な足し算してみましょう。1万円の 10% は ?1 万円の 10% は1000円です。あれ？何か問題があったようです。なぜ？ 1 万円の 10% は？あれ？なんでだ？ちょっとそうしたら1万円が100枚あったらいくらになる？ 1万円札が100枚あると100万円になります。こっちもチャット GPT でやってる。100万円になります。一緒。続いては100万円で何ができる？ 100万円でできることはたくさんあります。いかにいくつか。全然違います。100万円で何ができるってやっても iPhone はなんか微妙だったんですけども、Gemini に関しては100万円でできることは消費、旅行、趣味、ショッピング、美容、食事、投資とかその他とか、いろいろ出てきます。これは Gemini がめちゃめちゃ強いね。なんか iPhone が弱い。でも iPhone が弱いか。で、あとは iPhone に関してはね、チャット GPT と連携することができるようになったので、ちょっと旅行プランを両方とも考えてもらいます。東京のグルメをいろいろと回る1日間のプランを考えてください。東京グルメを1日で満喫するプラン。処理は
ジェミニの方が早い。おー、さあ、これはどうだ？あ、これね、iPhone の方は喋ってると勝手にオンになっちゃうね。これちょっと嫌だな。東京グルメ1日満喫プランを考えて。まあ、Siri これ連続でこれはみたいな感じで答えてくれるのはいいんですけど、それオフに設定でできるのかな？ちょっとそれのせいで、こうやってプランが出てきたのに、ちょっと喋ってる間にまたなんか認識しちゃって消えちゃうみたいなことがちょっと起こりますね。まあ、喋んないんだったら OK だけど、まあ、外とかでやってて周りの音とかを拾ってね、またチャット GPT で検索みたいになっちゃうんで、そういうのはちょっと残念かもしれないですね。これは設定で変えられるように、まあ多分なってると思うけど、設定は変えてみた方がいいかもしれないですね。ただそうすると、リマインダーかけて、タイマーかけてとか、一気にやるのができなくなるので、まあ一応いたんかな。で、プランに関してはさっきスクショ取ったんでね、これで比較していきます。iPhone の場合は、朝食築地でグルメ、午前で浅草、昼食上野、午後表参道、夕食渋谷、夜新宿で六本木ヒルズ展望台。なるほど。まあ結構普通に実現できそうな感じのやつですね。で、続いてジェミニに関しては、朝築地市場で新鮮な海鮮。これ一緒だね。で、12時半浅草で老舗を堪能。一緒だ。ただね、これジェミニに関しては、時間まで書いてくれてるね。スケジュールを決めるって考えたら、具体的な時間出してくれるのは嬉しいかも。で、iPhone の場合は、人形焼きを食べ歩き、揚げまんじゅうとか人形焼きっていうのを書いてくれてる。ジェミニに関しては、天ぷら、うなぎそば、浅草そばなんかな。まあちょっと iPhone の方がここは優秀かな。で、原宿表参道とか、これ人気スポットだから、ジェミニの方がちょっと優秀か。で、18時は新宿。新宿は両方ともあるね。バー巡り。両方ともゴールデン街でお酒関連だね。で、夜は東京タワーで夜景とディナー。東京駅周辺で締めの一杯。なるほど。これはね、ちょっとジェミニの方が考えられてるなっていう感じは思って、多分ね、このジェミニに関しては帰りのことも考えてくれてる。東京駅で最後締めの一杯で東京駅で新幹線に乗って帰るっていうのも考慮してくれてると思う。で、それに対して iPhone に関しては最後新宿で終わりと。まあ、ただ夜行バスで帰るとかだったらこっちの iPhone が合うかも。まあ、そういうのもね、こう夜夜行バスで帰るから最後はこの場所にしてってやれば両方とも変えてくれるんで、まあどっちでもいいかなっていう感じはあるね。で、ポイントとかも書いてくれてます。ジェミニは。パスモを用意しておくと便利です。iPhone はその辺は特に書いてません。まあこれは Apple Intelligence っていうか、チャット GPT とジェミニの違いという感じです。他に何かあるかな？ここから大阪まで何時間かかる？見つかりませんでした。こっちは Google マップに接続。大阪まで。なるほど。これはね、やっぱ Google マップと連携できてるのが強いね。というかあれか、もしかして Apple のマップアプリを入れてたら違うのか。入ってました。なのでこの辺の連携に関しては Android かなっていう感じですね。続いてはビジュアルインテリジェンス見ていきましょう。ビジュアルインテリジェンスに関してはこのカメラコントロールボタンを長押し、商品を調べることができるっていう機能ですね。両方ともね、カメラで撮ってみました。iPhone の場合は検索ボタンを押すと検索してくれる Google 検索ですね。ブランチ ST28 ちゃんと出てきてます。で、それに対して Android はどうやるのかというと囲みます。で、検索。まあ基本的には一緒ですね。両方とも画像検索してくれてます。なのでこの辺は特に大差なし。ただこれですね、iPhone の場合は例えば商品が2個映ってたとする。まあここに Mac Studioがあるんですけども、こういった場合は Mac Studio だけを選択するっていうことはできません。で、それに対して Android の場合はこんな感じで囲む場所を選べます。で、指だけを選ぶと指が出てくると。まあ、なので商品が2つ映ってたとしてもしっかりとピンポイントで検索することができるっていうのは Android のメリット。で、もう一つポイントがあって iPhone の場合はこれ質問っていうボタンがあります。これを押すと ChatGPT に聞けます。これ何？ ST28 と記載されており、形状から判断するに何かのマウントブラケットのようです。っていうのが出てくる。で、それに対して Android はその機能はないです。これは何ですか？特にないね。なので、まあ、その辺に関しては iPhone の方が優秀っていう感じはあるかな。続いてはね、これ Android めちゃめちゃいいっていうポイントがあって、これ今こんな感じでいろいろと見てるんですけども、画面上で、これなんだろうって思ったことあると思います。そういった時は Android の場合、こちらホームボタンを長押しすると、囲って検索ができます。カメラじゃなくてもしっかりと検索することができる。それに対して iPhone はその機能ないんですよね。これがね、iOS19 で出たら嬉しいね。っていうか出さないとやばい。なのでこの辺の違いがあります。ただ iPhone に関してはショートカットを駆使することによって、例えば背面をダブルタップします。そうすると、スクショを取ってくれて、Google で検索してくれるっていう機能が使えます。でこれもちろん翻訳機能もありますね。これはショートカットでスクリーンショットを撮って、それを Google レンズで検索するっていう機能を、ショートカットを作ってます。こういったことで疑似的に囲って検索することができるので、できるっちゃできるんですけども、標準でこうやってすぐに検索できるようにしてくれたら嬉しいなっていう感じはありますね。でも検索結果とかに関しては一緒か。で、翻訳とかも。でもね、この辺やりやすいのはやっぱ Android かなっていう感じですね。
ということで今回 Apple の最新 AI、Apple Intelligence と Android の Google AI 比較してみたんですけども、いかがでしたでしょうか。この Apple Intelligence の優れてるところに関しては、メールの要約、そして作文ツールに関しても AI とか使ったことない人でもかなり使いやすいようにチューニングされてると思いました。ただ、Siri との連携とか、そういった点はちょっと改善点があったり、ちょっと気が利かないっていうことがあったり、クリーンアップに関してもちゃんと被写体を認識できない時があったり、不完全感はありますね。ただこっちの Apple Intelligence に関してはまだベータ版なので、しょうがないかなっていう感じはあります。多分 iOS19 でめっちゃ変わってくれると信じたい。で、それに対して Google の AI に関してはとにかく精度が高いね。僕もね、普段 AI のエージェントに関しては Gemini を普段愛用してるんですけども、そういった高品質な Gemini を OS と統合させてくれることによって、いろんなことをすぐに調べられるし、精度も高いし、あとは Google マップとかの検索、ルート検索とかもできたり、かなり便利になってるので、AI を使いこなしたいっていうんであれば、Android の方が便利だと思います。iPhone は初心者向け AI サービス、Android はちょっと玄人向けの AI サービスっていう感じかなと思いますね。ただ、僕もね、さっき Siri で東京のグルメとか調べたりしたんですけども、これ実はですね、僕はアクションボタンを押すことによって、この Gemini マイクが立ち上がりまして、ここで質問して普段は回答してもらってます。こんな感じで Gemini で使いますね。東京駅に今度行くからおすすめのグルメプランを教えて。こんな感じですれば、この Android の Gemini での検索と全く同じ精度で使うことができるので、アクションボタンを使って Gemini アプリをすぐに起動して音声入力するっていう使い方が結構いいんじゃないかなと思います。ちょっとやってみますか。東京から大阪は飛行機で何時間かかる？東京から大阪まで飛行機での所要時間は延期して約1時間。ほぼほぼ同じ感じで使えるので、この Gemini マイクを設定してあげるっていうのも結構いいと思います。内蔵してる AI の性能に関しては Android かなっていう感じで僕は思いました。みんなどの機能が一番便利に感じるのかよかったらコメント欄で教えてください。Apple AI と Google AI の比較でした。バイバイ。